今日はソーセージキッシュを作りました。こんにちは、料理研究家のあかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はソーセージキッシュを作りたいと思います。はい、ということで今回はですね、ソーセージがたっぷり入った美味しいキッシュレシピをご紹介していきます。今回はですね、ソーセージでも有名なシャウエッセンのソーセージをたっぷり使って作っていきたいと思います。作り方にところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめに具材の材料からご紹介します。材料はこちらです。ソーセージ、玉ねぎ、しめじ、ほうれん草、こちらの4つの具材を入れて作っていきます。今回ソーセージキッシュということでソーセージを使っていきます。もしない場合はベーコンでも代用していただいて OK です。こちらの具材に関しましてはお好みのものを使用してください。それでは続いてその他の材料をご紹介します。材料はこちらです。冷凍パイシート、卵、牛乳、生クリーム、粉チーズ、顆粒コンソメ、お砂糖、おろしにんにく、オリーブオイル、塩コショウ、こちらの材料を使っていきます。まず冷凍パイシートなんですが、こちらね、今回2枚使っていきます。そしてキッシュ生地なんですが、今回生クリームも加えていきます。生クリームを使っていただくととても濃厚でリッチな仕上がりになります。もしね、生クリームがない場合は牛乳でも OK です。その場合は 100ml の牛乳を用意してください。牛乳を使うとどちらかというとあっさりとした仕上がりになります。そしてあとは味付けのポイントは粉チーズとおろしにんにくです。粉チーズを加えていただくとコクがアップして美味しい仕上がりになります。そしておろしにんにくですね。こちらは風味のアクセントになるのでぜひ入れてみてください。もし苦手な場合はこちらは抜いていただいても大丈夫です。そして今回はタルト型を使っていきます。直径18センチで高さが2.5センチのものになります。そしてこのように底が抜けるタイプのものを使用していきます。こちらね、バターなどはね、引かずに作っていきます。というのもパイシートから結構油分が出るので、バターを使わなくても型から綺麗に取り外すことができます。ということで早速作っていきたいと思います。それでは早速作っていきます。まずね、具材の野菜から切っていきます。まずはじめにほうれん草を切っていきます。ほうれん草は洗って水分をしっかりと拭き取ってください。そしたらまず根元を切り落としてください。このね、根元の部分に結構土とかが溜まりやすいので、気になる場合は根元を切った後ね、もう一度この部分を水洗いしてください。そしてだいたい3センチ幅ぐらいで切っていきましょう。ほうれん草はこれで OK です。続いてしめじです。しめじはまずね、石突きの部分を切り落としてください。あとはね、手でほぐしましょう。はい、しめじはこのように手でほぐしておいてください。それでは続いて玉ねぎです。玉ねぎは薄切りにしていきます。この芯の部分は切り落としましょう。はい、玉ねぎはこれで OK です。それでは続いてソーセージを切っていきます。ソーセージは今回ね、斜め切りにしていきます。だいたい1センチ幅ぐらいで切ってください。ソーセージの準備はこれで OK です。これで具材の準備は OK です。こちらね、最初にこの3つを炒めて、後からね、ほうれん草を入れていくので、ほうれん草はね、別で置いておきましょう。それではね、具材を炒めていきます。まずフライパンにオリーブオイルです。そして火にかけましょう。火加減中火です。一度ね、オリーブオイルを温めてください。その間にですね、フライパン全体にオリーブオイルを回してください。はい、30秒経ちました。そしたら具材を炒めていきます。まず最初に玉ねぎです。そしてここに塩コショウ軽くしてください。そして炒めます。まずね、玉ねぎだけね、ちょっと火の通りが遅いので最初に軽く炒めてください。半分ほど火が通ったら、こちらにソーセージとあとはしめじを入れてください。そして炒めます。はい、でしめじにね、半分ぐらい火が通ったら、また塩コショウを少し振ってください。続いてここにお砂糖、ちょっとね、お砂糖を加えるとコクがアップしていきます。そしてあとは顆粒のコンソメ、そしておろしにんにくです。これで炒めます。全体に火が通ったら、最後はほうれん草を加えます。ほうれん草はね、さっと炒めるだけで OK です。
はい、OK です。ほうれん草を加えたらだいたい40秒から50秒ほどですね、炒めてみてください。具材はこれで OK です。そしたらこちらの具材は一度バットに取り出しましょう。ではね、バットの中に具材を入れます。はい、そして全体に広げて、そしたらですね、このまま具材の粗熱を取ります。粗熱を取るときは具材の表面が乾燥しないように表面にピタッとラップを貼り付けておいてください。ではね、このまま粗熱を取ります。それでは続いてこちらの冷凍パイシートを伸ばしていきます。まずですね、まな板にラップを敷いて、その上に冷凍パイシートを置いてください。このね、2つをまずね、つなげていきます。片方のだいたい1センチぐらいですね、そこにまずお水を塗ってください。こちら分量外です。そしたらですね、だいたい5ミリから1センチぐらいですね、このように重ねます。あとは指で押さえつけます。そして2つのね、パイシートをつなげてください。パイシートもね、長方形のものと正方形のものが売ってると思いますので、長方形の場合はこのようにね、2つのパイシートをつなげて使ってみてください。こちらの冷凍パイシートなんですが、半解凍の状態からね、作業し始めましょう。あんまりね、解凍させすぎると作業しにくくなってしまいますので注意してください。はい、OK です。ちなみに今回使っているのが1枚約11センチ ×17 センチの冷凍パイシートになります。こちらは目安にしてみてください。そうしましたら綿棒でこちらのね、パイシートを伸ばしていきます。厚みがだいたい半分ぐらいになるようにですね、伸ばしましょう。はい、OK です。このように伸ばしてください。今パイシートの厚みはこのぐらいです。それではこちらをタルト型に敷き詰めていきます。敷き詰める時は先ほども言ったんですが、パイシートがね、結構油分を持っているので、こちら側にバターなどは敷かなくても大丈夫です。それではね、こちら置いていただいて、ラップごと持ってこれを裏返します。そしてこの上にそっと置きましょう。そっと置いたらラップを剥がして、あとはね、しっかりと敷き詰めていきます。きちんとね、縁の部分にまで敷き詰めてください。指でね、こうやってしっかりと押さえつけながら敷き詰めていきましょう。こんな感じの状態になったら、もう一度ね、指でこの縁の部分を押さえつけます。あとは側面も指で押さえつけていきます。はい、OK です。そうしましたら、このはみ出た部分ですね、こちらを落としていきます。この時にね、綿棒を使っていただくとやりやすいと思います。この綿棒を転がして余分なパイシートを落としていきます。で、あとね、くっつけていただいてゴロゴロゴロっと回します。反対側も同じようにゴロゴロゴロっと。はい、あとはこの周りをね、軽く手で押さえていただいて、このようにね、周りの生地を切り落としてください。タルト型の準備はこれで OK です。こちらを使うまで冷蔵庫で冷やしておいてください。このね、余った縁の部分なんですが、こちらもね、一緒に焼いちゃいたいと思います。適当にこのようにちぎっていただいて、こちら分量外ですが、まずね、オリーブオイルを表面に塗ります。そしてこの上にね、粉チーズをパラつかせます。こちらも分量外です。そして軽くね、押さえつけましょう。はい、そしてこちらも分量外ですが、さらに黒胡椒をね、散らします。黒胡椒が苦手な方とかお子様が召し上がるときは、この黒胡椒は省いていただいて大丈夫です。そしてまたね、押さえつけます。こちらはね、このまま焼いていきたいと思います。ちょっとね、大きいなと思ったら、これはね、半分とかに切っていただいても OK です。大きさはお好みにしてみてください。ではこちらも同じように焼くまで冷蔵庫で冷やしておきましょう。それでは続いてキッシュ生地を作っていきます。まずボウルに卵を割り入れてください。そして溶きほぐします。はい、このようによく溶きほぐしてください。それでは続いてこちらに牛乳を加えます。そしてよく混ぜます。そしてよく混ざったら生クリームを加えてください。そしてよく混ぜましょう。はい、OK です。では続いてここに粉チーズです。そしてよく混ぜます。
はい、このようにしっかりと混ぜてください。そしたらですね、先ほど粗熱を取っておいたこちらの具材を入れていきます。この時にね、まだ具材が熱々の時はもう少し粗熱を取ってみてください。では入れます。そして混ぜましょう。はい、OK です。それではね、今からこちらを型に入れていきます。ではね、型を用意してください。そして具材を入れます。このように入れたら、あとは表面をね、少し整えましょう。はい、OK です。このように整えてください。そうしましたら、こちらを180度に予熱したオーブンで40分焼いていきます。途中でね、焼き色が濃くなってくると思うので、焦げそうになったら一度上にアルミホイルをかぶせて、そのまま焼き続けてください。それでは焼いていきます。はい、焼き上がりました。このように美味しそうに焼き上がってます。最後ね、途中で入れたこちらのね、パイシートもこんな感じで仕上がってます。そしたらですね、このようにケーキクーラーなどの上に置いて粗熱を取ります。粗熱を取るときは上にキッチンペーパーをかぶせて表面が乾燥しないように粗熱を取ってください。それではこのまま粗熱を取ります。はい、粗熱が取れました。それではね、キッチンペーパーを外します。こんな感じで美味しそうに仕上がってます。それでは最後ね、こちら型から取り出します。取り出す時はこちら底抜けタイプなので、底の部分を押し上げてください。そうするとこのように簡単に取り外せます。あとはね、底の部分にナイフを入れて、そして取り外してください。これでキッシュの完成です。美味しそうに仕上がりました。はい、これでソーセージキッシュの完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにソーセージもたっぷりで美味しそうに仕上がってます。ではね、切りたいと思います。断面はこんな感じです。このように美味しそうに仕上がってます。そしてこちらが余った切れ端で作ったサクサクパイです。こちらも美味しいので、ぜひ合わせて作ってみてください。それでは早速いただきたいと思います。では、いただきます。美味しい。コクがあってすごく美味しいです。そして具材もたっぷり入ってます。味付けの濃さもちょうどいいですね。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のソーセージキッシュのポイントです。まず冷凍パイシートに関してなんですが、今回は約11センチ ×17 センチのパイシートを使ってます。こちらはいろんなパイシートがありますので、大きさは目安にしていただけたらと思います。今回私が使ったみたいに長方形のタイプは2つのね、パイシートをつなげて、その後綿棒でだいたい生地が半分ぐらいの厚みになるぐらいまで伸ばしてください。その後ですね、型に敷き詰めるんですが、型の内側には特にバターや油などは敷かなくて大丈夫です。というのもですね、パイ生地はね、結構ね、油分がありますので、型に何もつけなくてもスルッと取り外すことができます。敷き詰める時もですね、縁の部分まできちんと生地を敷き詰めてください。この冷凍パイシートに関しましては、半解凍した状態から作業し始めてください。完全に解凍させてしまうと、とても作業がやりにくくなってしまいますので、注意していただけたらと思います。そして余った分に関しましては、表面をね、綿棒でゴロゴロして削ぎ落としてください。こちら余ったものなんですけれども、今回ね、こんな感じでサクサクパイを作りました。こちらもすごく美味しいので、ぜひ合わせて作ってみてください。そしてキッシュの具材に関しましては、今回ソーセージキッシュということでソーセージを加えました。その他の具材に関しましては、お好みのものを入れて作ってみてください。具材に関しましては、炒めてから粗熱を取って、その後キッシュ生地と混ぜるようにしてください。そしてキッシュ生地のポイントです。今回ね、生クリームと牛乳を半分半分で加えました。少しね、生クリームを加えていただくことで、とても濃厚でコクのある仕上がりになります。さらに粉チーズも加えていただくと、よりコクもアップして美味しい仕上がりになります。あとはキッシュ生地を入れてオーブンで焼いてください。オーブンで焼く時なんですけれども、途中でね、いい感じの焼き色になると思いますので、いい感じの焼き色になったらアルミホイルをかぶせて続けて焼くようにしてください。そのタイミングでね、こちらのパイも入れていただくとちょうどいい焼き具合になると思います。こっちのパイはね、トータルで20分焼いてます。あとは焼き上がったら取り出して粗熱を取って、その後型から外して召し上がってください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいので、ぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はソーセージキッシュを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、
こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで、今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。